はい、どうもこんにちは、エンジン太郎です。今回から本格的に4気筒の製作に進んでいきます。まずクランクケースから進めていこうと思うんですが、もしかしたら鋳造全体をやるかもしれません。その上で鋳造ですが、自分の鋳造方法はスタイロフォームを利用した消失型による鋳造ですね。なのでこのスタイロフォームを任意の形に削って、そこにアルミを鋳込んでいくという方法になります。この消失型を利用した鋳造方法の利点としては、やはり抜き勾配、いわゆる砂型の場合、必ず勾配をつけないと砂型が抜けないんですが、消失型の場合はその必要がないので設計が楽になります。製造の自由度が上がるということですね。それは非常に助かります。弱点も当然あります。弱点としては、一度鋳込んでしまうとこの型そのものがなくなってしまうので、1つの型で2個3個と作ることはできないんですね。この辺は砂型の方が生産性は高いです。ですが自分の場合、基本的には1機しか作らずスペアパーツを少し用意するという形になるので、消失型で十分だと思います。ではとりあえずは、切削やってみますか。もう原点出しも終わってるので、このまま進めちゃいます。いきます。固定具をかぶせると。はい、これで固定終了と。では掃除機。はい、これで片面終わりました。なので天地返し。はい、片面できましたね。そしたらこのピンを入れてと。入れます。そしてこのピンに対応した穴開けてあるので、こっちが前ですから、こう繰り返してセットと。はい、セットと。でスタートと。はい、はい、これで1枚完成ですね。よいしょ。表と裏削ってあるので、あとはまた今度、組み立てていくっていう感じですね。ちなみに切削そのものは34枚ほどやってるので、今回作業のかなりの時間をこの切削にかけています。タイムラプスで見ると早いですが、結構時間かかってます。はい、型の製作ですが、今回ちょっと別の方法も試してみます。ダイソーで売ってるスチレンボードですね。カラーボードという商品名で売ってました。これもスタイルフォームと同じ素材なので、型自体は作れると思うんですが、厚さが2ミリあります。なので2ミリの板をたくさん積層して型を作っていくという手法もちょっと試してみます。ただ残念なのはこのダイソーのカラーボードですが、どうも廃盤みたいで、もうこれが最後みたいですね。
よいしょ。はい、こんな感じですね。こういう板を合計10枚作ります。はい、合計10枚のシートで部品は30個切りました。あとはこれを組み立てて形にしていきます。通常のスタイルを切削する方法とどっちがいいかわかんないので、両方今回はやってみます。スタイロの切削ですが、まだ全部終わったわけでないです。とりあえずはクランクケース組み立てていきますか。まずは上の方から組んできます。組み立てが結構めんどくさいんですよね。結構バリン出てるので、バリなどは取っていきます。よし、これであとは目地の部分を仕上げて、そうすれば、なかなかうまくいってくれるかなと。こんな感じでとにかくどんどん進めていきます。さて、次はシリンダーですね。この2番は失敗なので廃棄と。1から順繰りに。ある程度でよしとします。こんな感じでどんどん切っていきます。はい、シリンダー、今仮に簡単に切ったんですが、シリンダーはこんな感じで各層にフィン1枚につき各1層という感じで作ってます。どうしてもフィンを結構多めにつけたかったのでこういう作り方になっちゃいましたが、これがうまくいくかどうかわかんないですね。シリンダーに関してはもう1個実験的な作り方を準備してます。まずはこれ仕上げちゃいますね。仕上げはいつも通りって感じにヤスリで整えて接着剤くっつけていくだけですので、飛ばしちゃいます。はい、まだ細かい仕上げやってませんが、一応組み立てました。こんな感じでフィンがいっぱいついてますね。このスタイルを使ったバージョンだと、フィンの数が1,2,3,4,5,6,7 枚ですね。もう一つのバージョンだとフィンの枚数もっと増やします。どっちがいいかはわかんないですが、これはこれで、あと中仕上げて、この一層ごとにちょっとグルーガンできれいにまとめておきます。それで OK ですね。こんな感じでどんどんやってきます。
型は大小合わせて11個あるので、組み立てるだけでも結構時間かかりますね。組み立てながら鋳造をいっぺんにやろうと思わない方が良かったなと今更だけど後悔してます。次の組み立てですが、この薄いスタイロですね。ダイソーで売ってるスチレンフォーム。これをたくさん重ねて一つの形に仕上げていくという手法でやっていこうと思います。まずは難易度の低いシリンダーからいきますね。わかるように番号を振ってます。それと組み立て用の土台です。今回ちょっと若干データ変えてこういうふうに穴開けてあります。こうすることによってスチレンフォームを少しでも減らしてアルミを鋳込んだ時に逃げる熱を少なくできればという狙いでやってますが、どうでしょうね。この程度影響が出ないかもしれないですね。この辺は何とも言えないです。よいしょ。よし、とりあえずはで全部のパーツを組み立て終わるまでひたすら同じ作業を繰り返していきます。板から外して接着剤塗って押し付けてっていうのをずっとやっていきます。はい、これで10層まで重ねましたね。なんとなく見た目はいいですね。何しろフィンが薄いのと奥まってるのでどこまで入るか本当に分かんないですね。こういう実験を重ねながらより良い方法を見つけていくしかないですね。はい、まだこれで3分の1です。あと残り20層どんどん進めていきます。はい、最後は31番ですね。よし。ラスト。はい、これでフィンのついたシリンダーユニットできました。これはまだ仕上げてません。ただ正直従来のスタイルの方が軽いですね、やっぱ。なのであんまり良くないですね、この方式は。一応実験なので、鋳込みとこまではやってみます。このシリンダーヘッドカバーはダイソーのカラーボードを一部使用しています。これはなかなかいいんじゃないかと思います。ただこちらはスタイロフォームの方が一種を使ってるのでちょっと肌が荒いですね。今のうちに仕上げられるところはどんどん仕上げていきます。この一種のスタイロボードでやった時にはワックス、ローを塗って少しコーティングして鋳肌の改善を狙ってみます。目の粗い一種で綺麗にキャストできれば、そうですね、やっぱ一種の方が入手性がだいぶ楽なのでいいですね。やはり目の粗い一種だとディティール、細かいディティールを表現するのが苦手ですね。結構ガサガサなっちゃって
細かい部分はよく分かんなくなっちゃうって感じですね。はい、今タイムラプスで進んでいるのは細かい目地を埋める作業ですね。ホットボンド入れて温度調節した判断ごてでスタイルを溶かさないようにちょっとずつ目地埋めてきます。これやっとかないと目地の部分に石膏が入って使えなくなっちゃいますね。今回の作業としてはこういうちまちました地味な作業が異常に多いんですよね。この後の鋳造の作業に入れば一気に派手な作業になるんですけど、とにかくこの型作りの段階というのはひたすら地味なちまちました作業が大量にあります。今後の課題としてはこの作業工数をできるだけ減らす加工ができればと思います。はい、目地を埋めたりなんだりの仕上げはこれで最後ですね。ヘッドカバー。これをやれば OK です。仕上げの最後にこのヘッドカバーについては目に見える部分にロウを塗って美肌の改善を狙ってみます。ただこのロウが鋳造時に悪さをする可能性があるので成功するかどうかは現時点では不明です。よし。コーティングするとだいぶ重くなるな。はい、これでコーティング自体は終わりました。けど結構重量をかさんじゃったので、できればもうちょっと軽くしたいですね。はい、これで今回鋳造するものの目地の埋めは終わりましたね。あとは湯道をつけるとこまでやります、今回は。それぞれ説明していきますね。まずこれがクランクケース、下と上ですね。これはどちらも2種で作ってます。2種で作ったもので、コーティングはなしという形ですね。で、クランクケースは1種のパターンも作っています。1種で作って目地をホットボンドで埋めて、で、ここの面、こことここだけコーティング。これもこの辺とこの辺コーティングですね。中は特にコーティングしてないものです。で、シリンダーヘッドもこちらが2種、こちらが1種。1種の方が目が粗いですね、やはり。そして1種の方は目に見えるだろうと思うここら辺ですねはコーティングしました。この辺は削ってしまうのでコーティングなしです。こちらも同じく。それで内側は見えないのでコーティングなしで進めました。こちらの2種で作ったのですが、ちょっとエンドミルの質が悪くてガサガサしちゃったので、まあこれは2軍一応鋳造はしますがあまり期待してません。あとは今回違うのはフィンを後付けという形をとってるので、このフィンの細かいところまで入ってくれればいいですね。で、サイドのカバーの部分ですね。こちらはレーザーカッターだけで作ったものですね。コーティングはなしでホットボンドで目地を埋めてます。こちらは切削加工で作ったもの。フィンの枚数が全然違いますね。こちらで成功してくれれば言うことはないですが、まあこのダイソーのカラーボードどの程度鋳造性がいいのかは分かんないです、まだ。まあこちらはコーティングなしの2種なので、まあ今までとは変わらない。まあ特に問題はないと思います。
そしてシリンダー。こちらは2種で製作したもので、コーティングは特になし。目地はとりあえず埋められるとこは埋めてあります。これも特に問題は出ないと思います。こちらがちょっと変わった作り方で、レーザーカッター使って作ってきました。層をなすように作ったので、こんな格好ですが、ただ寸法がちょっとだいぶずれちゃったんですよね。なので、これに関しては、正直、電池削って寸法を合わせられれば合わせて使うといったところですね。使えなきゃ使えないでしょうがないです。それと、こちらがシリンダーヘッドカバー。先ほどのシリンダーヘッドと対になる部品ですね。これと対になる。こんな感じで。これも一部レーザーカッター使って作ってます。あと、これに関しては結構がっつりコーティングしてます。やっぱ一番目立つパーツになると思うので、コーティングいっぱいして、できるだけ仕上がりが綺麗になったら嬉しいなということでやりましたが、これが悪さをするかもしれないです。この辺は何とも言えませんね、今の時点では。こういう実験を兼ねて今回はいろいろなパターンでやってます。じゃあ最後に湯道をつけてきますか。これをどう湯道つけるかだよな。よし、シリンダーもこれで OK。 シリンダーの湯道付けが終わったので、残りの部品もどんどん湯道をつけてきます。これは正直見てて退屈な作業だと思うので、タイムラプスでさーっと流していっちゃいます。でも実際にはこの作業自体が数日かけてやっているので、結構時間はかかってますね。はい、ラストはヘッドカバーですね。これ、サイドカバーの部分ですが、これは一緒にやっちゃいますね。はい、これで最後のパート終わりました。結構湯道も多めにつけてるんで問題ないと思います。はい、これで全部に湯道つきました。スタイロで湯道をつけたものもあれば、残りは全部普通の状態ですね。
これが最後に作ったのですけど、他にも、シリンダーとか、重量的にこれが一番しんどいそうですね。4キロるつぼで全部いければいいですけど、ちょっとわからないです。全部で9個ツリーがありますね。今回の作業はここまでとなります。まあ本当は鋳造までやりたいんですけど、この後漆喰作業やなんかで10日ほど多分乾燥期間かかると思います。漆喰は今回なるべく薄めに作って3層予定してるので、まあ1層あたり2日ないし3日の乾燥時間が必要なので、そのぐらいかかってしまいます。なので今回はここで終わりとします。どうもご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。